大家好、皆さんこんにちは、ボーフェです。大変長らくお待たせいたしました。質問コーナー。質問コーナー。さあ、盛大な拍手が、鳴りやまないというところなんですけれども、5万人を達成したらやるとずっと言っていた質問コーナーなんですが、一旦質問が僕自身の経歴や生い立ちなどについてのが多かったので、自己紹介という形で出しました。そしてちゃんとその後インスタグラムでこのような感じですね、このような感じで、インスタグラムで募集させていただいて、投げていただいた質問、またそれぞれ DM できて、これ返した方がいいかなとか、これ返したいなって思う DM などについて今まとめて全部答えていきます。 NG なし。さあ、それではなんですが、質問をね、全部一体スクショしてリストアップして並べようかなとか思ったんですけど、実際そのまま見たリアクションをそのまま返していった方が面白いかなとも思うので、この MacBook を見ながら質問の方を回答していきたいなっていうふうに思います。どんどん行きましょう。この動画多分ちょっと長くなっちゃうと思うんで、それではまず第1個目ですかね。よく聞く音楽は何ですか？そうですね、最近ハマってるのは小学校の頃にすごいよく聞いてたファンキーモンキーベイビーズにまたハマってまして、悲しみなんて笑い飛ばせとか、ありがとうとか、ヒーローとか、あと一つとか、ちっぽけの雪とか、あれぐらいまっすぐな曲に今またハマってます。他にもよく聞くのは、それこそブリンバンバンボーンで歌ってた時もあると思うんですけど、それぐらい、一時期ハマるみたいな曲もありますし、あとはバウンディはずっと好きですし、クリーピーナッツの曲、ちゃんみなとかもちょこっと聞いたりしますね。あと結構流行ってる曲はよく聞きます。好きな YouTuber 誰ですか？好きな YouTuber は、これもずっと前から見てる東海オンエア、そして最近たくさん見てる、世界の横沢だね。世界の横沢と横沢ポーカーチャンネル、あとちょいちょい見るのはクイズノック、他にも将棋放浪記知ってます？これ僕将棋少し好きなんですけど、将棋放浪記とか、あといろんな Vlog 系の YouTuber さんもよく見てます。ヒカキンさんもねちゃんと見てます。あとミスタービーストとかもちゃんと見てます。はい、これたくさん来てました。ボボンMBTI 教えてください。ですね、これ僕は ENFP かな、 ENFJ になる時もENFJ です。 ENFJ で割合はこんな感じで、外交型が92%、直感型 78% で、感情型58で、計画型 54%。これ日によってというか、やるときによって ENFP になったり J になったりします。なので一番最後の部分だけその時の感覚なんですかね。 ENFJ ですね。 MBTI みんな気になるんですね。エナジードリンクは結構飲みますか？エナジードリンクはテスト前、本当に寝不足と戦いながらやんなきゃいけないテスト前とか、昼終わった後は絶対覚醒してたいみたいな、昼寝終わったら絶対覚醒してたい時にエナジードリンクを飲んでます。コーヒーとかもね。コーヒーもあんまり普段は飲まないです。好きな漫画やアニメ知りたいです。好きな漫画やアニメ、はい、ジャンプ系結構大好きです。全巻持ってるので言うとワンピース、キングダム、宇宙兄弟が全部持ってるかな。タッチも全部持ってるわ。昔の漫画だね。アニメは結構新しいジャンプ系全部読みますんで、鬼滅も持ってるな。最近ので言うと呪術廻戦怪獣8号、ワンピースもアニメはちょいちょい見てるかな。昔から見てるので言うと、昔本当にアニオタ時代というか、アニオタっていうか中学生の頃大好きだったのはソードアートオンラインとかラブライブとか、魔法科高校の劣等生とか、ああいう系好きでしたね。ヒロアカも漫画全部読んだし、ナルトも漫画全部読んだし、ドラゴンボールだけ読めてないなまだ。あと有名な進撃の巨人も全部漫画読みましたし、いわゆる王道と言われるようなもの大体抑えてます。みんな大好きです。ワンピースは一番好きですかね、やっぱり。ワンピースの好きなキャラはローですね。シャンブルス。似てないと思うんですけど、多分手もちょっと違ったわ。趣味は最近はやっぱトレーニング、筋トレが趣味になってますかね。あとは好きなので言ったらカラオケも好きだし、運動も全般割と好きだし、普通に YouTube 見るのも趣味ですかね。アニメとか漫画とか、旅行も好き、ラーメンも好き、お笑いも好きですね。お笑いは特に最近やっぱずっとオードリーが好きで、オードリーのオールナイトニッポンとかは毎週聞いてます。趣味だな、よく考えたら。スタディプラスをやる予定はありますか？これアプリですよね、勉強計測の。高校の時とかやってたんですけど、一旦消しちゃったかな。やってほしいですか？希望があれば検討したいと思います。 Are you Chinese or Japanese? I am Japanese 好きな臓器は何ですか？
好きな臓器はそうですね、やっぱ肝臓。これは機能的にも本当にいろんな役割を担ってるし、栄養の貯蓄からエネルギー供給から分解やら毒の分解、さまざまな機能を担ってるから肝臓かな。あとレバーも好きですし、食べるのは。好きなタイプは難しい質問ですね。一緒にいて落ち着く人、あとは僕の性格とか頑張りたいこととかいろんなものを理解してくれて、それに寄り添ってくれる人、理解がある人ですねがタイプです。ボウフエさんが愛用しているパソコンや勉強用具などの愛用品知りたいです。もしお時間あればですが、まさに Mac なんですけど、ちょっとこれはこれ単体で撮りたいなと思います。勉強道具とか Mac とか What's in my bag っていうね、カバンの中身なんだろうな、カバンの中身についての紹介を1本撮りたいなって思います。そちらの動画をお楽しみに。いつから中国で生活してるんですか、また日本との大きな違いがありましたら教えていただきたいです。2023年の1月から生活しています。大きな違いはやっぱり決済面ですかね。やっぱ現金を使わないのは大きな違いだと思います。もうほぼ見ないです。自販機とかも QR コードを読み取ってとか、顔認証してカパって開けて中取って自動決済、持ってったら決済みたいな自販機も多いですし、基本 WeChat とか Alipay、 この2種類の決済だけでどこでも対応できる。今みたいにいろんなコード決済があるみたいな感じじゃないので、すごくそれが統一されてて分かりやすいのは大きな違いかなって思います。あとタクシー面ですかね。すごく安くて便利で綺麗な車、なんならタクシーよりもいい車が来るので、そういった面ですごい重宝しています。違いというか便利な点ですよね。あとは子供に親切かな。子供を子育てしやすいなっていうのは感じますね。相手って怒鳴る人なんていないし、子供をみんなに見守ってる感じがすごくしてあったかいなっていうふうには思います。あと地下鉄乗ってて普通に譲るのも多く目にしますし、多分少し人情味が強いのかなっていうふうには思います。日本と特に東京と比べると、中国はもともとできていたのでしょうか。私も現在勉強中です。はい、20歳から勉強しました。一緒に勉強頑張りましょう。中国も日々精進。これですよね、この質問。目を避けてたんですけども、見ないようにしてたんですけども、さすがに答えなきゃいけない。彼女はいますか。これやっぱり僕思うになんですけど、彼女っていうよりかは結婚したい。ちょっともうこの年ですし25だし、本当にね今必要かなってのも思うんですけど、今必要なのはここの支えが欲しいですよね。結婚したい。これ多いですね。座右の銘を教えてください。これ 2,3 個来てますね。難しい、いい質問ですね。座右の銘か。ちっちゃい頃聞いてすごく印象に残ってるのは、三日坊主も10回続ければ30日1ヶ月やったことになるみたいな感じです。すごく前向きな言葉は好きですね。人にはその人にしかない使命があるというか、その人にしかない、その人にしか励ませない人がいる、その人にしかできない人生の目的、人生の生き方、人生の歩み方があるよっていう言葉はすごく大切にしている言葉ではあります。これも質問多かったですね。現役時代はどれくらい勉強していましたか。はい、これはもう非常に恥ずかしい限り10時間が精一杯だったんじゃないかなって思います。今振り返ってみてもその壁を破ることができないというか、正直甘かった。だからこそ自己紹介動画でも言いましたけど、そういった面で現役ではいけなかったっていうのがあります。多分マックスで10時間平均して8とかでだったんじゃないですかね。今思えば全然甘かったなっていう勉強時間でした。あと勉強の取り組み方、姿勢もそうでした。はい、大体それぐらいです。 iPad と紙ノートどのように使い分けされていますか。 iPad の勉強っていうよりかはデジタルを使った勉強と紙ですよね。もう紙は本当に最後記憶に定着させてアウトプットさせてるのを手で追ってるみたいな感じです。自分の脳のアウトプットをたまたま紙に書き殴ってるだけで、これアウトプットの形何でもいいと思うんですけど、こう唱えたりとか口に出したりとか思い出したりとか、そういった方法でアウトプットをうまくやってみるといいと思います。勉強法についてはこちらの動画を見てください。本当にやる気やモチベがない日の対処法は何ですか。いやむずいですよねこれね。わかりますよ。本当にモチベがない人がダラダラしちゃいますもん。こういう時は一旦そこまでダラダラしてた自分は責めない。だって責めたら責めたで経験あるって話を自己紹介の中でもしたんですけど、やっぱり責めると自分自身に返ってきちゃうというか、自分自身のことが嫌になっちゃうので、一旦責めずにじゃあもうこれだけはやろうみたいな。本当に家にいてベッドでゴロゴロしてるだけだから掃除だけはやろうとか、外出て5分散歩しようとか、ちょっと本だけ読もうかなとか、勉強1ページでもやろうみたいな感じに、本当スモールステップをちょっとやってあげると、いけるかもってなってくるみたいな感じです。それだけやっただけで
でも偉いってことにしてまたダラダラに戻ってもいいですし、もう本当にやる気が出ない時はそういったスモールステップ、超ちっちゃいステップで何かしら勉強やアクション、行動に起こすっていうのはおすすめです。家で勉強したいのですが集中できません。何かいい方法はないですか？家で勉強ね、難しいですよね。集中できなかったりしますし、自分の部屋の机で勉強が難しいならなんで勉強難しいんだろうっていうのを徹底的に排除していく。勉強が難しい理由、スマホ触っちゃうんならスマホを遠くの方に置くとか、部屋の外に置いておいて勉強するとか、いろんな気になるもの、漫画とかも一旦外して全部どかして机はきれいな状態にして勉強するとか、そういった工夫、この場所は勉強する場所なんだって自分にすり込む、環境を整えるみたいなことはおすすめかもしれません。これは僕がやってる方法なんでやってみてください。モチベーションの保ち方を教えてください。モチベーションの保ち方、これはやっぱり目的感を見失わないことじゃないですかね。何のためにそれをするのか、何のためにこの勉強してるのかっていうのを自分の中で見失わなければ、そこのやっぱり一番最初の目的設定、目標設定をしっかりして、それを小さく落とし込んでいくっていう方法、これは勉強法動画の中で紹介している内容を少し応用していろんなことに当てはめてみてほしいんですが、そういった目的感、目標感を持ってるからモチベーションを保ってられる。あとは周りに宣言しちゃうとかですかね。こうやって勉強のモチベも YouTube のモチベ続いてるのも、こうやって皆さんが見てくれて反応がくれるから続いてるっていう部分が大いにあるんですよ。なので周りに宣言しちゃうとか、そういった方法で自分自身縛りをかけて、ポジティブな面と外的に刺激を与える面と、自分の内的にどうしたいっていう思いを両方うまく使いながらモチベを保っていけばいいんじゃないかなと思います。勉強していて脳が拒否反応というか、もう無理ですってなった時の解決法を教えてください。もう運動です。はい、ジム、筋トレ、走る、スクワット、何でもいいので、少しでもうわーって運動すると筋肉の方にストレスをかけると脳もスッキリして、もう一回頑張ろうってなるんでおすすめです。長中期の勉強計画や1日の予定の立て方、気をつけている点を伺ってみたいです。長中期の勉強計画なんて1日の予定もそうですけど、予定通りにいかないことなんて本当にいっぱいあるんで、それで自分を責めない、落ち込まない。予定通りにうまくいかなかったら、ちょっと無理だったな、じゃあ次こうしてみようとかいう感じで、すぐ次って感じにしていくのがおすすめですかね。長中期の目標も決めたら固定じゃなくて、ちょっとずつ変わってっていいと思うんで、自分の実力に合わせて、でも目標に到達できるような、強度だったりスパンだったりをうまく意識しながら、目標は変わってもいいよっていうことは気をつけたいですね。医学部目指している高一なんですが、勉強する上でモチベーションありますか？応援メッセージください。勉強する上でのモチベーション、さっきも言った通り目的感ですね。やっぱり自分何のために勉強するのか、何のために医者になりたいのか、そこのモチベーションをしっかり自分自身で見つめ直して、それを落とし込んで進んでいってください。考えても仕方ないんで勉強してください。本当に考えてもしゃあないことはしゃあないんで、勉強をとにかく向かうってのも手ですね。試験期間夜遅くまで勉強して効率悪くなったりしないのですか？いつも遅くまでやってるので気になります。はい、これはですね、いい質問です。効率は悪くなってます。絶対おすすめはしないです。遅くまで勉強して睡眠時間を削ってっていうのはおすすめしないです。なんでやってるかっていうのは、僕自身の日々のこういった YouTube だったり勉強だったりで、結局勉強が間に合ってなかったり、もう最後の最後に追い込まれちゃってるから勉強してるだけです。なので本当に理想はちゃんといい睡眠をとって、毎日コンスタントにコツコツ 4,5 時間勉強を重ねていって試験に臨むっていうのが理想なんですけど、どうも編集に時間が取られたり YouTube のミーティング取られたりとかいろいろあるので、部活やったりとか 2,3 時間だったり1時間しか勉強できなかったりっていう日もあるので、そういった日が積み重なるとやっぱしわ寄せが試験期間に寄ってきちゃうっていうだけで、理想は、睡眠をしっかりとって勉強するのです。効率は悪くなってます。でもその時間分勉強しないと試験にちゃんと臨めないというか分からないものが分からないままで臨んじゃうってことになるので、1回でも触れてるとか、2、3回は復習できてる状態にするっていう意味で削って、効率悪くなってますけど試験に臨むみたいな感じで方法をとってます。徹夜はおすすめしないです。浩平さんはどのような勉強サイクルでいつも勉強していますか？今年高1で試験が近いので教えてほしいです。いつも見てます。大好きです。ありがとうございます。こんだけ素直に大好きですって言われると照れますね。どのような勉強サイクルで、これは1日の中のサイクルですかね。本当に隙間時間をうまく使って勉強しています。やっぱり朝行きの時間だったり帰りの時間だったり、帰ってきてからジム行っている間とかも、スマホで見たりもしますし、帰ってきて部屋でしっかりがっつり 2,3 時間ちょっと復
復習しようって勉強する時もありますし、やっぱり編集作業もあるので 3,4 時間ガーって編集してからちょっと寝る前に復習今日やったとこだけ見ようかなみたいな感じで勉強をしてます。これはちょっと参考にはならないと思いますけど、そういった編集時間だったりを勉強時間にしっかり当てればすごくいいサイクルができるかなって思います。次YouTube を始めようと思ったきっかけは、いい質問ですね。 YouTube を始めようと思ったきっかけ、これは僕の自己紹介の動画でも話したんですが、日中友好への特別な思い、これがあります。やっぱりこの中国っていう国を目にする機会っていうのは、日本からだとどうしてもテレビやニュースのいわゆる政治の分野でのニュース、結構ネガティブな感じのイメージのニュースばっかりが届くと思うんですよ。そこをできるだけこういった留学としての一留学生としての目線の中国とか生活とか食とか文化とかそういった雰囲気のものを届けるだけ、僕らのこの世代が知ってもらうだけでも、この先の未来の日中の関係っていうのは少しでもいい方向に行っていくかなと思って YouTube を始めました。結果として伸びたのが伸びたというか、皆さんに多くご視聴いただいて応援いただいているのが勉強系なので、そちらのニーズに皆さんのご要望にお応えしていく形で動画を作っていくんですが、そういった思い、少しでも中国の文化や中国のいいところを知ってもらって、それだけじゃないんだよっていう、そのニュースだけで見る中国だけじゃないんだよっていう面を持って、さまざまな視点から日中の関係を見ていくことができる人が増えればいいなってことでこの動画を始めました。そういった形ですね、きっかけは。はい、もうほぼ回答しました。終わった質問っていうか、一旦こうやって募集した質問は質問コーナーという形で答えさせていただきました。長々と、5万人いったらやる言うても8万人、もうすぐ9万人ぐらいになってますけど、長々とお待たせしました。ありがとうございます。今はですね、10万人登録者目指して銀の盾ですよね、やっぱ欲しくてやってるんで、10万人目指してやってます。でこれは僕個人的なあれなんですけど、卒業までにある一定の数いかなかったらそのまま学生の期間としてこういった記録として残して、医師は医師としていわゆる YouTuber 引退してやっていこうかなっていうふうに思うので、目標は30とかにしときます。目標はまた決めたいとは思うんですけど、ある一定の数っていう目標を決めて、学生の期間、頑張ってみてっていう感じにしたいなっていうふうに思ってます。なので引き続き皆さんもね、この応援の方何卒よろしくお願いします。最近の動画はこの先もどんどん編集してあげていきますし、特にちょっと前の 2,3 ヶ月前のテスト期間っていう風に毎回なっちゃうんですけど、そういったテスト期間の Vlog もこのように上げていきますので、皆さんのモチベーションをできるだけ元気を励まして、海外でこんな風に頑張ってる人もいるんだよっていうことで、皆さんのモチベーションに少しでもつながれば僕も嬉しい限りです。そういった形でお互いに励まし合って、お互いに成長し合って、そういった関係を築けたらというか、そういったやり取りをできたらいいなっていう風に思います。もし答えきれないものがあったら、また第2弾今度はね、いろんな細かいとこだったり NG なしっていうか NG がギリあるぐらいまで答えなっていうふうに思ってますので、はい、そちらも見ていただければと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録といいねもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。再见。